これから始まるのは、人食いじじいの物語、第6章の総語り。沈黙も共有も、この世界は拒まない。人食いじじい第6章妖怪の集会。原作語り春美月。それは百鬼夜行のごとく、人とは一室で異形の者たちがそこやかしから現れては列に加わり、それらを呼び立てる場所へと向かっていた。山の妖怪やふもとの村の土地神たちが四方八方から列をなしていた。向かう先は千里の地、千里馬場の住処。子玉たちは宿りし木々にて沈黙を保ち、耳を澄ませ、間もなく始まる寄り合いの内容を一言一句聞き逃すまいとしていた。一族を統一して連れ立つ銀狼。群れの最後尾には銀が連なった。この地一帯を縄張りとした群れの長たる一頭のみ訪れる山犬。この山に住まう天狗は木々を飛び飛びやってきた。陽子は9つの尾を陽気にゆらゆらと揺らしながら鼻歌混じり。川の中を行くカッパの足取りは重く、表情は暗かった。空に浮かぶ月さえも、まるで目を見張るかのようにして、今宵は大きく夜を支配した。星たちさえも耳を澄ませ、雲は場を譲るようにしてどこかへと消えていった。木々の開けた場所に多くの者が集まった。時は来た。皆、魔の方角よりよくぞ知らせを受け取った。薄暗い中から千里馬場の声が響いた。微動にもしない石像の隣には、巨大な蛇がとぐろを巻いて、訪れた同胞たちを迎えた。この度はやけに早いな。大柄な天狗が言った。ざぶっと大きく水しぶきを上げ、カッパが川から上がった。ペタペタと足音をさせて、妖怪たちの中央に陣取った。じじいが人間を食わなくなった。カッパはその場にペタンと座り込んだ。なんと。天狗たちが顔を見合わせてざわついた。目覚めてから一度たりとも食ってない。一度もだ。機会は幾度もあった。カッパはため息を漏らした。知らなかったのかい、天狗よ。隠居暮らしでガンガにぶったのかい？陽子が大げさな身振り手振りでくっくと小馬鹿にした笑いをにじめながら言った。なんだと？我ら天狗はそのような。かまいたちや土雲が見当たらんようだが。山犬が二人の間に割って入った。ああ、あいつらなら今頃どっかの人間と戦ってるよ。今度は笑いをこらえきれなかったようで、陽子は地面を転がりながら笑いこけた。ああ、おっかしい。あたいが
かまいたちと土蜘蛛の両人に仕掛けてやったんだ。あいつら力はあっても頭が弱くて弱くて、寄り合いに来たところで何の意味もないからね。無駄に暴れることしか知らないんだから、ちょいと仕組んで人間につかせてやったよ。それも安倍家の深淵にね。この寄り合いには間に合わないよ。下劣な。天狗がかぶりを振った。まあよい。そんなことを聞くがために我らは参ったのではない。オロチが巨体をくねらせて前へと張ってきた。天狗はおとなしく黙ったが、陽子はまだ笑いをこらえきれず、地面に何度も9つの尻尾を叩きつけ、目尻に涙を浮かべてひいひい笑っていた。して、九段の予言がなされたと聞き及んだが、さすがと言うべきか、陽子のことなどさほども気にせず、オロチが何もなかったかのように話を先へと進めた。おいらも触り程度にしか聞いておらん。ババ、頼む。カッパが言った。皆の視線が石像に集まった。じじの眠り覚めしとき、ここより離れし地にて、九段の予言が生まれ、孤独の中地についた。風の運ぶ琴の葉の呪力は、間もなくこの地に吹き荒れる。なんと、九段が予言をなしたか。立派なひげを生やした天狗が驚嘆した。して、それは司祭にはいかようなものか。山犬が問う。千里馬場はゆっくりとその声を発した。人の決めたし四つ国の深き森のまた深く、老いた翁の止まりし時が今こそ動かん根深きものよ。千里馬場が広いし予言の全文を語り始めた。九段が地に落とした予言をそのままに、集まった者たちすべてが吐息さえも止めて、馬場の言葉を聞き漏らすまいと他の音を遠ざけた。今も果てぬ長き悲しみの行く末は、真にたがわず、いずれかの意図をたどるであろう。見届けよ。力有して魔の頃にいで立つ者よ。かの者に渦巻く流れは、人のうちに秘めし力に響きたり。見届けよ。力有して魔の頃にいで立つ者よ。不変の時、今こそ動かん。眼を広げ、幾千もの夜をたどられよ。千里馬場が語り終えると、奇妙に張り詰めた空気が流れた。なんと。天狗が口を開いた。九段の予言にしては、あまりに長く曖昧すぎやしないか。そうだとも、九段の予言は二言三言。このような予言は初めてではないか。天狗たちは口々に囁き合い不思議がった。九段でさえも行く末を予言できぬほどの大きな流れが渦巻いておるのだろう。我ら妖怪の生きる世界にも変化が訪れるようだ。それほどまでに深いか。オロチはかぶりを振った。じじいが人を食わなくなったのは、ただの偶然とか
気まぐれなんかじゃなかったんだな。カッパが言った。偶然と呼ぶべきか、運命と呼ぶべきか、それは定義が難しいもんなのさ。どちらかなんてどうでもいいんだ。もっと重要なことがある。ババよ、話してやれ。陽子が言った。時々、妖怪であって妖怪にあらず、人であって人にあらず、どちらにもなり得ぬ魂、そのもの異質な運命と名もなき未来に委ねられる。時々、妖怪であれば、人の魂を糧として己が存在をつなぐ。されど、人より妖怪へと転じた身、人と関わるほどに不安定な存在は歪まれる。カッパがまた頭を抱え込んでうなった。すると、陽子が呆れた様子で簡単に説明を始めた。カッパ、お前さんにわかるように砕いて言うと、ジジは元は人間だった。それは知ってるだろう？それが負の感情に支配され、ジジは妖怪へと転じた。人間の心など何もかも置き去りにしてね。だが、生粋の妖怪でもなく、人間でもなくなったジジの魂は、憎悪だけで存在している。それでジジが人と関わっていると、心の闇だけで存在するジジの魂に、人間だった頃の何かが目覚め始め、ジジの魂は不安定になるのさ。すると、すかさずカッパが率直な意見を言った。だったら人間と関わらなければいいんじゃないか？本当に頭が悪いね。ジジは人間の魂を喰らわねば消滅するってこと忘れてんじゃないよ。あ、そうか。カッパは頬をかいた。すると、オロチが話を先に進めようと身を乗り出してきた。ジジは迷いを生じ、糧となる人間の魂を食えなくなる。するとジジは消滅する。生粋な妖怪でもなく、人間でもなくなったゆえに。そのためジジはある程度の期間が経てば眠りにつかねばならぬ。その眠りには複雑な因果関係が働いている。ジジが関わった人間すべてを食らったときは、ある程度眠ってまた目覚める。それだけだが、もしも人間を食うことができなかったとき、その時はジジが眠りについている間、ジジと関わった人間たちは、ジジの記憶をなくし、そのまま死を迎える。ジジと関わった人間たちがすべて死に絶えたとき、ジジは蘇り、再び心のかけらを失い、また人間を食う。それが何百年と続いていたが、こたびは我らが思っていたよりも複雑な力が働いている。均衡が崩れ始めたのだ。幾度か眠りを繰り返しているうちに、人間たちが死ぬ間際にジジのことを思い出すようになったのだ。おそらく死ぬ間際にジジのことを誰かに話した。そのためジジは心のかけらを失わず目覚めたのだ。山犬がオロチの後の言葉を継いだ。前回眠りについたとき、ジジと関わった人間で最後の一人となった男、三郎が死ぬ間際にジジのことを語った。それが九段の予言をも迷わすほどに大きな力を生んだ。つまり、それに九段の予言を照らし合わせると、
ジジが消滅するか、それとも人間に戻る時が来るかもしれない。そういうことか。一番立派な黒々とした髭を持った天狗が聞いた。そして天狗たちが口々に話し始めた。されど、何故最後の人間が時事を語ることで、それほどまでに狂うのか。隣の天狗が首をかしげた。繋いだのだよ。消えるはずのものを繋いだ。それが時事の蘇りを崩している。消えるはずだった人間の記憶が消える間際に他のものに紡がれた。それゆえに消えるはずだった時事の中の人間との関わりも消えずに紡がれたというわけだ。些細なことに思えようとも、因果の流れの中ではすべてに等しく力は注がれる。オロチが答えた。今も果てぬ長き悲しみの行く末は真にたがわず、いずれかの意図をたどるであろうか。しかしなぜ、見届けよ、力有して魔の頃にいで立つ者よ、との言葉があるのだ。我らにも何らかの影響があるとでも言うのか。しかし、我らには関係のないことではないか。天狗の集団がざわめく。ちょいと、誰かそこのデクノボーたちを黙らせておくれ。まったく、バカばかりだよ、ここの妖怪たちは。と、陽子が語尾に続けた。それが再び天狗の怒りを誘発させた。なんたる侮辱。貴様、今日こそ己が無礼な口を悔やむ時が来たようだ。大柄な天狗が叫び、ざっと身構えた。他の天狗たちもそれに倣い、おのおの憤怒の表情で陽子を睨みつけた。加減を心得よ。オロチの目がぐっと光った。その目を見て、天狗も決まり悪そうにおとなしくなった。こたびの件、我ら妖怪、いや、力有し者すべてに関わる事象である。千里の地に集まった者たちすべてをさっと見回して、オロチが重々しく言った。はるか昔、神々が地に姿を現していた頃より、こたびのことは続いている。すでに多くの神々はこの地から姿を消したが、我ら妖怪は地に残り、人間の世界とも隔絶されることはなかった。しかし、時事の存在があったがために、二つの世界が切り離されず今に至っていたゆえにだ。それが、時事の行く末によっては、我らと人間との世界に完全なる境界線が敷かれることになるやもしれぬ。天狗よ、人間よりわざと御心を極めしそなたらも、もう二度とこちら側に新たな天狗が加わることがないということだ。いや、それ以上に、そなたらが力を失い、人々の世に戻るのか、力有したままこちら側に残れるのか、それさえもわからぬこと。山犬が冷淡な口調で言った。やっと事態を理解したらしく、ついに天狗たちは声を失ってしまった。呆然自失となった天狗たちは、山犬を見つめたまま、その場にだらりと座り込んでしまった。そんな天狗たちの前に、陽子が厳しい目で立ち上がった。あたいら妖怪はまだいいがね、人間の強い念から生まれた者たちは、再び蘇ることもなく、
ただふっと消えるしかないだろう。我ら妖怪はこれまで、ジジの運命へと引きずり込まれながらも見守ってきた。今こそ再び、ジジを眠らせる時が来たのだ。心のかけらを取り戻すか失うか、または消滅か。それは時が答えを教えてくれよう。オロチは高々と頭を持ち上げ、空を仰いだ。月の光にも負けぬほど、大きな星が2つばかり、夜空から眩しくこぼれ落ちた。神々は見ているであろうか、この時を。長きにわたり見ていたであろうよ。斧が響きを食いながら。今度は3つ星が燃え落ちた。それにどれほど時が必要かもわからぬ。心のかけらを取り戻したとしても、呪いを断ち切るには十分ではないかもしれぬ。山犬が言った。どういうことだ？すかさずカッパが聞いた。もしもジジが心のかけらを取り戻して目覚めたとしても、それが完全じゃなければならぬ。完全に取り戻さぬ限り、繰り返されるかもしれんということだ。山犬は厳かに答えると、カッパはうつむき黙り込んだ。皆の者、少し時間が必要のようだ。すべてを語るのは、またの機会にしようではないか。ジジの眠りまで、まだ多少の時が残っているようだ。オロチが言った。おのおのの持つ糸を紡ぎ、すべてが一本につながるのは後の楽しみってとこかい。そう言うと、陽子はカッパの背中を9つの尾でビシバシと連打した。ほれ、妖怪のくせに何泣いてんだい。泣くか、人間じゃあるまいに。陽子の止めどない連打攻撃に、見事地面に張り倒されたカッパは、ジタバタともがいて反発した。しかし、突然連打が止まったかと思えば、カッパは陽子の尻尾に足を絡め取られ、ひょいっと逆さまに持ち上げられた。陽子の言った通り、地面から引き剥がされたカッパの顔、いや、細長い目からはボタボタと涙が滴り落ちていた。何しやがんだ。カッパが腕をブンブン振り回すも、一向に命中することはなく、全くの無駄な抵抗となった。それを満足げに見ていた陽子は、とどめの一発を見舞ってやろうと甘い声を出した。ああ、そういえば、大昔に涙を流した最初のカッパがいたんだけどね。急激に水分を流しちまったもんだから、そのまま干からびて死んじまったやつがいたね。どっかの寺の者がすっかり干物になっちまったそいつを持ち帰ってさ。ギャー！離せ！水！陽子は大爆笑の後、やっと宙吊りカッパを解放した。カッパは一目散に川に飛び込み、清流の底にて今度はしくしくと悔し泣きした。天狗は地面にくたりと座り込み、カッパは川底、陽子は苦しげに笑い転げ、どうにも収拾のつかない空気が流れていることに、肩を落とした山犬は、千里馬場の隣に立ち、声を高々にしていった。7日の時を設ける。おのおの冷静になり、しかと考えよ。7つ目の月が昇る根の刻、再びここに集おうではないか。
我らには、時事を眠らせることのほか、すでになすべきことも、なせることも何一つとして残ってはいない。あるとすれば、事実を受け入れることのみ。何故に今日ここに集まったのかと考えるがよい。そう言うと山犬は、今度は陽子に厳しい目を向けた。カッパをからかうのが好きなのなら、次にここに集まるまでに、奴の理解が早くなるように世話してやれ。あたいがやるのかよ。陽子が目を丸くして叫ぶと、山犬とオロチが声を揃えて言った。敵役だ。さすがの陽子もオロチと山犬に睨まれれば逆らえない。いや、よっぽど逆らおうかとも思ったが、この二人に逆らったところで、大して面白いことが起こるわけでもない上に、面倒だからやめた。堅物どもめ。陽子は半眼になって川を眺めて、仕方ないなとため息をついた。山に住む妖怪や子玉たちは、しばし神妙な時を過ごした。特にこれから起こることを考えては、ため息ばかりついている天狗は、人里に帰るべきか否か、悩みに悩んでいた。そう気を落とすでない、天狗よ。異国の地では、仙人と呼ばれる者たちは、神の地へ残ったと聞く。見かねたオロチが言った。しかし、天狗はかぶりを横に振って、ため息混じりに夜空を見上げた。妖怪たちは一度千里の地を後にした。次に集まる時はいよいよ時事を眠らせる時だ。カッパは一夜過ごすたびひどい焦燥感に駆られた。川を伝って人里へと近づいてみたり、いややっぱり、とかぶりを振ったり。しかし、本当にこのままジジを眠らせていいのだろうか。今、ジジが心のかけらをわずかでも持っているなら、それは意味があることなんじゃないか？なぜ今なんだ？運命が変わろうとしているのなら、ただ見ているだけで終わっていいのだろうか。カッパは3日3晩悩んだ末、ついに4日目の朝、決意した。スイススイっと川を伝って山奥へ、千里馬場の地へ向かった。決意はしたものの、小さな心臓がドクドクと脈打つほどカッパは緊張していた。本当にこれが正しいことかどうか自信がなかったからだ。川から上がってペタペタと千里馬場に近づいていくと、カッパが声を出す前に千里馬場が言った。浮かない顔だね。カッパはそれには答えずに千里馬場の前にドカッとあぐらをかいて座った。千里馬場の顔を見つめながらどう切り出してみたものかと考えてみたものの、なかなか最初の言葉が出てこなかった。カッパは自分では不動の決断をしたつもりだったが、やはりここに来てまた自分の思いを飲み込んでしまいそうになっていた。カッパよ、お前の小さな命の音が、決意と失意に苛まれた命の音が、あれからずっとここまで聞こえていたよ。お前は優しい子だね。千里馬場の言葉に後押しされたかのように、カッパは再び決意を新たに、下手な言い訳を考えていたのも全部捨ておいて、
一番の思いを声にした。ババ、おいら、ジジと関わった人間を連れてくる。ただ、ジジを眠らせて終わりってのは、なんか違う気がする。お前がジジを思い動くのならば、それもジジの運命の一重だろう。千里ババはそう言うと、ぼーんと薄く発光した。カッパはそれがババの力の一つであることをよく知っていた。誰かに何かを伝えるときに使う力だ。誰を呼んだ？嫌な予感がし、カッパが機嫌に聞くと、同時にカッパの背後で陽子が突如として現れた。その際に9つの尾でカッパの背中を9連打した。いで、おい！カッパは怒って拳を振り上げたが、陽子も怪訝そうにカッパを見下ろしていた。なんだい、またお前かい。陽子は首をかしげながらため息混じりに、これ以上ないってほどに鬱陶しそうに言った。カッパが千里ババに向かって短歌を切った。おいバンバ、なんで陽子を呼んだんだ？陽子よ、山2つ向こうの2人、連れてきておくれ。千里ババが言うと、それだけで陽子はビーンときた。バッとカッパを凝視したかと思えば、少しだけ優しい顔をしたように見えた。カッパよ、安心するがよい。陽子も元は神、稲荷神の一族だ。千里ババの言葉に、今度はカッパがパッと陽子を振り返り、目を見開いて、ついでに口もポカンと開いて凝視した。元は神だって？カッパの驚きように、罰の悪そうな顔で、陽子がババを叱責した。ババよ、今その話はするんじゃないよ。よい、お前も大きな流れの一本となったのだ。千里ババが言うと、陽子は目を存分に細めて、汚物を見るようにカッパを見ていった。まさか一番にカッパに知らせるとは、ババも意地が悪いぞ。そう言うと、陽子は興ざめした表情でふわりと宙を舞い、そして消えた。カッパは消えた先を見つめながら、まだ口をあんぐり開けて、信じられないという思いで、何度も瞬きした。やっとの思いで声を出せた一言は、は？だった。さあ、カッパよ。もうお行き。銀狼の子を連れて行くとよい。知らせは送っておいた。村に降りる途中で合流できるだろう。千里ババに言われ、カッパの足はその地からとぼとぼと歩き出し、小川に入り、すいすいと泳ぎながらも、まだカッパの頭の中はショックで時が止まっていた。神？あれが？あの陽子が稲荷神の一族？ショック状態から回復したのは、小1時間ほど小川を下った頃だった。カッパがある程度山を下ったところで、小ぶりな銀色の狼と出会った。千里ババが言ってた小狼はこいつだな。よう、ババから事情は聞いたか？おいらは村へ降りる。
お前は誰を連れてくるんだ？カッパが聞くと、小狼はキラキラした目を村のある方に向け、そしてカッパを見て、ひょいっと鼻先を自分の背中に向けた。なんだ、背中に乗っけてくれるのか。そんなに早く行きたいのか。どれ、行きながら話そう。カッパはそう言うと、小狼の背中に乗せてもらった。小狼といっても、小柄なカッパは余裕で背に乗れた。艶やかな銀色の毛並みが美しく、そのふわりとした首周りに手を回して振り落とされないようにした。そうか、お前、銀っていうのか。人間のわっぱに助けてもらったんだな。ゴロータとかいうわっぱと同じ村か。カッパが言うと、銀は一声泣いた。なんだ、もう元気いっぱいになったんだな。やっぱ銀狼族は月の加護があるっていうだけあってすげえな。銀の背中に乗って瞬く間に村に近づいたカッパは慌てて銀の首根っこを掴んで止めた。ちょっと待て待て。堂々と言って人に見られたら騒ぎになるぞ。朝霧に紛れろ。忍び寄れ。そう言ってみたものの、日も少しずつ昇り、朝霧ももう晴れかかっていた。カッパはどうしたものかと思ったが、もともと気配を消すのが得意な銀狼。忍び足でもまあまあな速度で走り、その上で気配も消せた。カッパはそんな銀を見て感心した。銀は気配を消すと同時に気配を探ることにも長けていた。早起きな村長の気配を察知し、すぐさま迂回した。村長の家の鳥小屋でも、鶏がわずかに反応した瞬間、音もなく家の陰から隣の家へ。カッパはますます感心した。もう朝日もしっかりと昇り、たちまち村人たちは起きてくるだろう。とそこへ、今まさに会いたい五郎太が家から出てきたではないか。母さん、僕、水汲んでくるよ。五郎太の声がかろうじて聞き取れた。家の脇にある水桶を持って、川に水を汲みに行くところだった。カッパはすかさず、五郎太の足元に飛び込み、腰に飛びついた。うわ、なんだなんだ。五郎太が飛び上がって掴んできたものをひっぺがそうとした。しー。カッパは必死にしがみついて顔を上げた。五郎太はそれがカッパであると認識しても心臓がバクバクと打ち鳴った。銀が刹那に脇に走ってきた。カッパに、あの時の狼かい？五郎太は声を静かに狼に問いかけた。銀は尻尾を振って五郎太に挨拶をした。五郎太、どうかしたのかい？五郎太の母親が家の中から出てくる気配がした。カッパは急いで銀の背に乗り五郎太に伝えた。今晩だ。じじが眠りに入る。亥の刻までにどうにか山に入れ。あとは迎えに行く。娘っ子と銀を助けたわっぱも連れてこい。早口にまくし立てるだけまくし立てて、カッパと銀はあっという間に姿を消した。
五郎太にとっては、狐につままれたかのような一瞬の出来事だった。しかし、ただごとではなさそうだ。そう思った五郎太は、早くこのことを咲や銀太に伝えたくて、猛ダッシュで小川まで走った。背後で五郎太の母がなんだなんだと言っていたが、気にも留めずに走った。水桶からバシャバシャ水が飛び出すほど大急ぎで帰った。帰る頃には水は半分ぐらい減っていた。家の戸の前に水桶を置いて、母さん、汲んできたよ。こぼしちゃったから、後でまた汲んでくるから。と、その前から大声で呼びかけ、再び駆け出した。またもや背後で、何なんだ一体。と、五郎太の母が叫んでいたが、後で怒られたとしても、甘んじて受けようと思い、無視して走った。咲は、まだ寝ているかもしれない。先に銀太だ。咲の家の前を素通りしようとすると、犬の花が相手して欲しそうにウォンウォン吠えた。花、ダメだよ、静かに。五郎太が花にそう言うと、花はクークーと鼻を鳴らして、しょんぼりとお座りした。銀太の家に来ると、銀太の母が五郎太と同じように水桶を持って川に水を汲みに行くところだった。おばさん、銀太は起きてる？五郎太は息も絶え絶えに聞いた。額から汗がどっとあふれた。あら、五郎太ちゃん、どうしたんだいそんなに慌てて。銀太なら今さっき起きて栗を拾いに。僕、手伝ってくる。銀太の母親が言い終わるよりも先に、五郎太は駆け出した。銀太の家の裏には栗の木がある。まさに今、丸々と太ったイガグリがボトンと五郎太の目の前に落ちてきた。木の根元で銀太は背中にカゴを背負い、火ばさみでひょいひょいと慣れた手つきでイガグリを背中のカゴに集めていた。銀太。五郎太が呼びかけると、銀太はカゴ越しに振り返った。銀太、いや、銀が来たよ。今さっきだ。五郎太は小狼と言おうとしたが、こんなところで狼なんて言ったら大騒ぎになると思い、かろうじて言葉を飲み込んだ。銀太は驚いてあたりをキョロキョロした。もう今はいない。そう言うと、五郎太はあたりに目を配らせて声を落とした。いいかい？今夜、家を抜け出せるかい？亥の刻までに山に入れってカッパが。あとは迎えに来るって言ってた。じっちゃんが、人食いじじいが眠るとかなんとか。僕も一瞬だったから他には何も聞けなかったんだ。五郎太は銀太が持っていた火ばさみを取り上げて、小声で話しながら銀太のカゴにイガグリを放り込んでいった。銀太は山の方を見つめながら、また銀に会えるかもしれないという期待で、頬がみるみる高揚していった。それを見ていた五郎太も、なんだか胸がドキドキして、今にも山まで駆け出してしまいそうだった。もちろんそうはいかない。子供が帰ってこないと村人総出で山探しに入るはずだ。夜、皆が寝静まってから
絶対見つからないように抜け出さなくては。五郎太と銀太は見つめ合い、おのおの神妙にうなずいた。それだけでお互い何を考えているのかよくわかった。夜、家を抜け出せたら僕の家のあたりで待ってる。見つからないように布団に何か詰めとけよ。先にも伝えてくる。そう言うと五郎太は銀太の肘あたりをバシッと叩いてその場を去った。もう朝日も高くなり、村人は皆朝仕事にせわしなく動いていた。先の家まで戻ってくると、先ももう起きていて、小さな手まりで花と遊んでいた。花はまた五郎太が戻ってきたことに喜び、五郎太に飛びかかって顔をペロペロ舐めた。尻尾はブンブン。五郎太はよろめきながらそれを受け止めた。おはよう、五郎太ちゃん。さきはその様子を楽しそうに見ながら言った。さき、大事な話がある。五郎太は花を何とかなだめて、さきを連れ立って場所を変えた。今の時間ならもう小川の方も人は少ないだろう。小川まで来ると川にかかる小さな石橋に二人は腰掛けた。五郎太ちゃん、話ってどうしたの？さきが聞いた。さっきカッパが来たんだ。さきが大声を出すものだから、五郎太は口に人差し指を当てた。しー。さきは慌てて両手で口を押さえた。銀太が面倒見てた小狼もいたよ。今夜、亥の刻までに山まで出てこいって。なんでもじっちゃんが眠りにつくって言ってたけど、どういうことかはよくわからない。さきは両手を口に当てたまま、目を見開いて何度もうんうんとうなずいた。さきも来るようにって言ってた。さき、夜大人が寝た後まで起きていられるかい？それからこっそり家を抜け出せるかい？僕が家の前まで迎えに行ってあげる。亥の刻までに山へって言ってたから、半刻前には村を出たい。銀太も僕の家のあたりで待ってる。さきは両手を口から離して両脇に拳を作っていった。大丈夫。頑張るよ。うちお母さんたち亥の刻にはもう寝てるから、ぐっすりね。うちもだ。それじゃあ、犬の刻にはさっきの家まで迎えに行くよ。外に出てる人はいないかもしれないけど、念のため隠れてて。わかったわ。さきは今度は顔の前で両手を組んで力いっぱいうなずいた。それじゃあ、もう帰ろう。さっき水をあまり汲めなかったから、もう一度往復しなきゃ。五郎太は立ち上がりながら言った。暮れ6つ、日はもう半刻も前に落ちた。田舎の小さな村では、もう誰も外を歩いていない。五郎太は緊張で、晩飯もうまく喉を通らなかった。次第にそわそわしてきた。母親が早く寝ることを願って寝たふりをすることにした。そのまま本当に寝てしまわないように気をつけていたが、思っていたより早く母親も床に着いた。
そのまま半刻ほど待ってみた。もうそろそろいいだろうか。五郎太は寝床を抜け出し、布団の中に自分の身代わりとなるように、空っぽになった水桶を布団の中に突っ込んだ。布団の膨れ方が不自然だったが、あとは手でなんとかそれっぽく整えた。足音を立てないように、そーっと家を出ようとした五郎太だったが、ふと思い立って、人食いじじいからもらった紫水晶の原石を入れた巾着を手にした。カッパは迎えに来るって言ってたけど、もしもはぐれてしまった時には、これが役に立つだろう。五郎太が家を出ると、すでに影に隠れて待っていた銀太が声をかけてきた。五郎太。五郎太は飛び上がりそうになったが、銀太だと気づいて安堵した。早かったな。僕、まだサキを迎えに行かなきゃいけない。もう少し待ってて。五郎太が言うと、銀太は一つうなずき、スーッと影に隠れた。もともと存在感が薄いだけあって、影に隠れてじっとしていると、そこにいると知っている五郎太でも見逃してしまいそうだった。表を通れば、もし人がいれば気づかれてしまう。五郎太は裏から回ることにした。あたりはもう真っ暗だ。ほとんどの家が火の始末をしていたので、光源は月の光と星ばかり。心臓の音があまりにも大きく聞こえた。どうか家の中の人に聞こえませんように。なんとか先の家にたどり着いた。花が真っ先に気づいたが、尻尾を振るだけにとどまってくれた。賢いぞ。五郎太は花の頭を撫でてやった。すると、花の後ろからおずおずとサキが顔を出した。サキ。五郎太はほとんど息だけで声をかけた。手招きをして再び家の裏に回り込んだ。サキも花に待てと言って五郎太の後に続いた。なんとか無事五郎太の家まで戻ってこれた。銀太とも合流し、一行は山へと急いだ。伊の国までには間に合うだろうが、今がどれくらいかわからなくなってきた。村から離れると、もう駆け足になっていた。山のふもとまでやってくると、木陰にカッパと銀狼の姿が確認できた。銀太が叫んだ。すると、銀は一目散に銀太へと駆け寄った。よし、よくここまで来た。思ったよりみんな早く来られたな。銀太と銀が再会を喜び合っていると、カッパが銀の後ろからやってきた。カッパと、おやおや、銀狼の小狼が他にも3頭。こいつら銀の仲間だ。背中に乗せて山を走ってくれるぞ。そう得意げに言うと、カッパは一頭の小狼の背に乗った。小狼というより、もう大人の一歩手前という頃合いだろうか。銀も怪我をした時よりもだいぶ大きく成長していた。若狼たちに促され、銀太は銀の背に、五郎太とサキも他の若狼の背に乗ってみた。銀狼の毛は
とても美しく、淡い月明かりでもキラキラ輝いていた。そして何よりも腕を回した首周りがふっかふかだった。乗ったか？よし、行くぞ。寄り合いまで時間は十分ありそうだ。三人とカッパを乗せた4頭の狼は軽やかな足取りで山を駆け上がった。背に乗せた子供たちが木の枝や草に当たらないように少し開けた獣道をかけてゆく。途中、カッパの皿が乾くからと、たびたび狼の足を止めて水をかぶって皿を濡らした。川から行ってもよかったが、オイラが泳ぐよりこいつらの方がよっぽど早いからな。しかし、早すぎてすぐにオイラの皿が乾くのが難点だ。3度目の皿洗いならぬ皿濡らしの時にカッパが言った。途中、熊の親子と出くわしたが、熊は特に襲ってくる様子もなく、目配せをして子熊を従わせ、茂みの中に消えていった。襲ってこない。恐る恐るサキが聞いた。基本、オイラたち妖怪にはやたらめったに襲ったりはしない。オイラたち住み分けはできているからな。カッパが答えた。そして一行が先を急ごうと再び走り出そうとしたその時だった。先ほどの茂みの奥から突然熊が立ち上がり、雄たけびを上げた。ものすごい形相で牙を向いて威嚇した。一行は思わず身構えたが、ただし熊の視線はこちらとは全く違う方を見ていた。うおー！何か巨大な影が熊に体当たりをかました。熊はひるんで一度後ろに下がった。その際、熊に体当たりした何かが見えた。は？おめえ何やってんだ？カッパがすっとんきょうな声を上げた。巨大な影の正体は博士だった。カッパの声に一瞬こちらを見た博士。しかし、再び熊が立ち上がったので、博士も臨戦態勢に入った。もはや熊対熊のような対決だった。ちょっと待ておめえら。カッパの言葉を合図に、カッパを乗せた若狼がさっと熊と熊、いや、熊と博士の間に割って入った。カッパは若狼の上で両手をブンブン振り回し静止した。若狼はそれぞれに睨みを利かせ、うなり声を上げた。その様子に威嚇していた熊もまだ牙を向いていたものの、鋭い爪を携えた腕を下ろし、博士に視線を合わせたまま、少しずつ後退した。そして博士がこれ以上襲ってこないことを確認して、子熊を連れて再び茂みの中へと姿を消していった。それを見てほっと胸をなで下ろしたのは博士以外の者たちだった。博士は獣のようにうなっていた。まさか本気で熊と対峙するやついるか？というか、その前にこいつの存在すっかり忘れていた。カッパの脳内は忙しかった。いや、お前、何やってんだ？熊？こんなとこで。カッパは
麦寺が熊と格闘するシーンを目撃した衝撃や、麦寺の存在を忘れていた後ろめたさなど、脳内がとても忙しかったので、舌がもつれてうまく喋れなかった。おうおう、カッパじゃねえか、久しいな。相も変わらず荒々しい男である。カッパと顔見知りな様子を見て、五郎太はキョロキョロ。サキや銀太と目があっても、お互い、と顔に出ていた。カッパ以外は知らない様子だった。いや、お前な、久しいなじゃなくて、ほんの10日ばかり前じゃないか。いやいや、それより、なんでここに？聞きながら、ほんの少し前に、散々麦寺に追いかけ回され、じじにまで追われてやれと言われたことを思い出し、カッパは下腹部がヒューッと冷えた気がした。前にじいさんに、次会いに来るときは、熊肉かイノシシ肉でも土産にするぞと言っただろうが。あっはっは。その土産は今お前に逃がされちまったがな。しゃあねえ。今日も手ぶらだ。麦寺はガハガハ笑っていたが、カッパはとても複雑だった。今、このタイミングで？絶対こいつ、野生の勘がやばすぎる。オイラが呼ぶのを忘れていたってのに、このタイミングでジジに会いに来るか？千里馬場の悟りの能力くらい、すごい野生の勘じゃないか？カッパはまじまじと麦寺を見た。誰なの？五郎太は恐る恐るカッパに聞いた。おうおう坊主、俺は麦寺だ。妖怪退治じゃねえや、狩人だ。今から山奥に住んでる変わったじいさんに会いに行くところだ。カッパより先に麦寺が自分で自己紹介した。五郎太たちは顔を見合わせた。五郎太です。サキです。銀太。三人が名前を言うと、麦寺は、そんないっぺんに覚えらんねえよ、と言って、またガハガハ笑った。麦寺と出会ったのは、千里馬場からさほど離れていない場所だった。一行は、間もなく千里の地へたどり着いた。間に合ったな。カッパが言った。今夜の集会まではまだ時間に余裕があったようだ。まだ妖怪はほとんど来ていない。が、すでに先客はいた。千里馬場のすぐそばに、陽子とゆい、英介が立っていた。また知らない人だ。五郎太は思った。よく来たね、人の子たちよ。どこからともなく声が聞こえた。五郎太たちは岩のそばにいるゆいが喋ったのかと思ったが、そうではなかった。声の主は顔の形をした岩だった。千里馬場だ。何千年とここですべてを見てきた馬場だ。何でも知ってるぞ。カッパが五郎太たちに教えてくれた。こんばんは。何と言ったらよいのかわからなかったので、とりあえず挨拶をしておいた。三郎がよく言っていたものだ。人間まずは挨拶しなくちゃならん。それが礼儀というやつだ。そう言っていた。こんばんは。ゆいと英介がそれぞれ挨拶を返してくれた。
おいおい、天女さんじゃねえか。ちょっとぶりだな。麦寺が手を挙げながらでかい声で言った。天女さん？五郎太たちは目を丸くして麦寺と結衣を交互に見た。いえいえ、違います違います。以前にも言いましたが、名は結衣と申します。私は英介です。お知り合いですか？結衣と英介が自己紹介をしたが、麦寺は相変わらずガハガハでかい声で笑いながら、そんないっぺんに言われても覚えきれねえ、と聞き覚えのあるセリフを吐いた。結衣たちの隣で、陽子は9つの尻尾をふさふさ揺らしていた。すごいな。尻尾がたくさんある狐。きれいな狐だな。五郎太は陽子を見つめた。人の子たちよ、もう間もなくだ。座っており。千里馬場がそう言うやいなや、突然さーっと風が押し寄せて、そしてぴたりと止んだ。千里の開けた力は遠くの山まで見渡せたが、あらゆる方角からもやもやっとした影が徐々に徐々に大きくなり、やがて列をなした。影の列の周りにぽっぽと明かりが灯り、まるでホタルのように影の周りに集まった。それらは次第に大きくなり、こちらへと向かっていた。やべえぞ、やべえぞ。背筋がゾワゾワする。幾重にも集まりつつある光と影の筋を眺めながら、麦寺は身震いをした。五郎太たちも呼ばれてきたものの、無事に帰れるのだろうかと思うほどだった。幾筋にも伸びた列は、千里の地へ近づくほどに一つにまとまりつつあった。五郎太たちは無防備に待つのは恐ろしくて、肩を寄せ合い、若い銀狼たちの影に隠れた。それに気づいた若狼たちは、大丈夫と言わんばかりに寄り添ってくれた。影はもう目の前だった。ゾワゾワとした気配があたりに広がった。なんだ、なんだ、人間がいるぞ。うまそう、うまそう。なぜ妖怪の集会に人間が混ざっている？たどり着いた妖怪たちは口々に言った。五郎太たちはさらにぴっちり抱き合った。子供たちをかばうように、麦寺は上から五郎太たちを囲い、そして妖怪たちを睨みまくった。結衣と英介も五郎太たちのそばにやってきて前に立った。五郎太は二人も震えていることに気がついた。光の玉がポーン、ポーンとあちこちで揺らいでいる。そんな中、大きな犬が皆の前に進み出た。皆の者、馬場より知らせは来てるであろう。今宵はじじを眠りにつかせる際に、じじと関わりを持った人の子にも参列してもらう。山犬が言うと、妖怪たちはひとまず黙った。しかし、まだ人間に興味津々な妖怪もいれば、不満そうに膨れっ面をした者、まがまがしい目つきでじっと見つめてくる妖怪までもいた。銀太は山犬を見て、あの時の山犬だ。
妖怪の中でも発言力のある妖怪なんだ。そう思い、少しだけ緊張がほぐれた。山犬の隣に家ほどの大きさの巨大な蛇がずるずると地面から出てきた。まるで別の空間からやってきたように、地面には穴も何もなかった。ひときわ銀色に輝く銀狼の群れが到着した。到着してすぐに若狼たちの姿を見ると、五郎太たちの方へやってきた。銀の家族だ。銀太は思った。先頭にいた2匹の大きな狼が銀太の前でピンと姿勢よく座り、そして頭を下げた。銀狼族がお前に礼を言っている。前の者が銀の父と母だ。山犬が通訳してくれた。銀太は慌ててペコリとお辞儀をした。すると頭を下げた2匹の狼のうち、大柄で大きな傷をたくさん持った狼が頭を上げ空を仰いだ。わおー。太い声の遠吠えだった。すると、それに続いて、他の狼たちも全員、声を揃えて、空を仰いで吠えた。すごい。銀太たちは圧倒された。銀色の毛並みの集団が、皆一斉に空を仰ぎ、吠える姿は、あまりにも美しく、とても神秘的だった。銀太は、ありがとう、とつぶやいたが、あまりもの感動に声が震えていた。その様子を見ていた他の妖怪たちも、銀狼族の恩の前に人間に何かすることは到底できず、ざわつきも止まり、ひっそりとした。さあ、根の刻となった。ババよ、始めてくれ。オロチが太い声で言った。力有し者たちよ。魔の方角からよくぞ知らせを受け取った。千里ババが囁くように言った。皆の者、まず問うのは、かつて世界が分断された遥か古の時代より、力有し者たちがこの地に残り、今の妖怪となった。今もまた、その決断の時が来たやもしれぬ。千里ババが言い終わると、天狗の一人が叫んだ。ババよ。ジジが眠りにつくというだけで、世界が揺らぐとはいかようなことか。かつて何があったのか、我らほとんどの妖怪は何も知らぬ。さよう、それを知るはもはや、ジジが妖怪に転じた頃からこの地に残ったオロチと世を好み。山犬が答えた。妖怪たちはざわついた。カッパはほんの少し前に千里ババから陽子が稲荷神の一族と聞いたことを思い出した。我は地獄の門番オロチなり。それは遥か古の時代より今なお続く終わりなき役目。ジジが妖怪に転じた際に地獄の門を開けた最初の者がいた。オロチは何百年もの時を経てこの話をするとは思ってもみなかった。
古い古い記憶を少しずつ呼び覚ましながら語り始めた。